皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。今日はイルカの動画の編集が間に合わなかったので、マビック3でアクティブトラックやってみたサクッとレビューをお送りしたいと思います。アクティブトラックは非常に便利で被写体をロックして自動で追尾してくれるという機能になっています。まず画面をなぞって撮りたい被写体を囲みます。そうするとメニュー画面が出てくるので、前後左右どちらの方角でドローンを追尾させるかを決めます。今回は右側でやってみたいと思います。方角が決まったらスタートボタンを押すと追尾が始まり、忘れないように録画ボタンも押しましょう。そうすると動く被写体の右側をずっとそのまま追尾してくれます。この精度の高さはなかなかなものじゃないかと思います。被写体を外そうとしませんね。進行方向を逆にしてみるとちゃんと右側に戻ってきます。この辺もすごい賢いですね。そしてロックの方はきっちりと被写体を囲んでいて外すことはありません。完成データはこのようになっています。かなり高解像度でスムーズな映像が撮れていると思いますが、先ほどの逆に来るという映像もこのようなイメージです。送信機からは手を離している状態で完全に自動でこれだけ動いてくれてます。非常に便利な機能ではないでしょうか。続いてスポットライト試してみました。ドローンの位置は変わらず被写体をロックしてカメラが自動追尾してくれるという機能になってます。このように撮りたい被写体を緑で囲んだらドローンのカメラはずっとついてきてくれます。怖いぐらいしっかりロックしてついてきてます。ちょっと走ってみましたが外すことはありませんでした。近場の真下に来るとロックが外れてしまいましたが、かなり精度は高いんじゃないかと思います。自分で操作してもできなくはないように思いますが、完璧に被写体を真ん中に捉えた上で上下の位置も多少前後するとなるとチルトも操作しないといけない。そしてスピードが速くなればなるだけ追うのも結構難しくなるので、この辺も利用してみるとすごいいい撮影ができそうです。続いては POI ポイントオブインタレストを試してみました。被写体を中心にぐるぐる回るというモードです。回転の方向や回転スピードも設定できます。スピードと方向を決めて GO ボタンを押すとドローンがぐるぐる回ってくれます。忘れないように録画もしましょう。この時その場を動かずに自分もぐるぐる回ってしまいましたが、歩いてもドローンは回りながら追いかけてくれます。低速のスピードだとこれぐらいゆっくりになっています。続いてスピードをマックスの高速でやってみました。結構速くぐるぐる回ってくれます。目が回りそうな勢いで回ってますね。これ早送りではありません。完成データはこのようになってます。すごいゆっくりまったり動いてます。マックススピードはこれぐらいです。というわけでいかがだったでしょうか。アクティブトラックサクッとレビュー動画をお送りしました。機体の方はどんどん性能も上がって、このアクティブトラックの精度もかなり向上してるんではないでしょうか。障害物も避けながら追いかけてくれるようで、今度試してみたいと思います。それでは最後にアクティブトラックの映像も少しだけ交えた長崎県佐世保市北九十九島の絶景夕景の映像をご覧いただきたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。